日はマグカッププリンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、マグカッププリンを作っていきたいと思います。今回はプリンカップを使わずに手軽なマグカップを使って作っていきたいと思います。さらにですね、材料は3つで、そして電子レンジで簡単に作れるレシピをご紹介していきます。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにプリン生地の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、牛乳、グラニュー糖、こちらの3つの材料で作っていきます。まず卵に関してなんですが、今回は M サイズの卵を使用していきます。こちらの卵に関しましては L サイズを使っていただいても OK です。L サイズはですね、M サイズの卵に比べると白身の割合が多くなります。なので少しね、食感が硬くなるイメージですね。まあそこまでね、大差はないので M サイズ、L サイズどちらでも OK です。そして今回糖類はグラニュー糖を使います。こちらは上白糖を使っていただいても大丈夫です。プリンの生地の方に関しましてはお好みの糖類を使っていただいて OK です。続いてカラメルソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。グラニュー糖、お水、お湯、こちらの材料で作っていきます。まずお砂糖なんですが、カラメルを作る場合はグラニュー糖もしくは上白糖で作るようにしてください。他のものだとね、ちょっと失敗しやすかったりするので、こちらの2つのどちらかを使うようにしていただけたらと思います。そしてあとはですね、お水とあとはお湯を使います。お湯の方は後から使っていくものになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにカラメルを作ります。一つね、ポイントなんですが、カラメルを作る前にこのマグカップ自体の器を温めていきます。カラメルも電子レンジで作るんですが、かなりマグカップが熱くなります。マグカップの中に物が入っていない状態で少し長い時間加熱すると、たまにね、マグカップが温度差で割れてしまう時があります。なのでそれを防ぐために一度こちらのマグカップをお湯で温めます。この中にお湯を注ぎ入れます。こちらね、普通にケトルで沸騰させたお湯ですね。こちらを入れて、そしてこのままだいたい1分ほど置いて、そしてマグカップの器を温めてください。はい。で、ちょっと触ってマグカップがね、もう熱くなってれば OK です。そしたらですね、今回こういったタッパーも使っていきます。こちらも耐熱性です。今回ジップロックのタッパーを使いますが、こちらを100円ショップのものを使っていただいても OK です。でも必ずね、耐熱性のものを使用するようにしてください。あとはね、少し高さのある耐熱容器を使っていただいても OK です。はい。そしたらこの中にお湯を入れます。はい、こちらはね、後ほど使っていくのでこのまま置いといてください。この中を一度ペーパーで拭きましょう。ちょっとね、結構マグカップも熱くなってるのでやけどしないように注意してください。中を拭いたらここにグラニュー糖を入れます。全体に広げて、そしてここにお水を入れてください。水がですね、グラニュー糖全体に浸透するまで少し待ちましょう。ちょっとゆっくりではあるんですが、だんだんね、全体に浸透してきます。ちょっとね、白だと見にくいんですが、このように全体に浸透すれば OK です。そしたらこちらをですね、ラップをせずに電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。500W の場合はプラス10秒から20秒ほど加熱してみてください。700W の場合はマイナス10秒から15秒ほどでいいかなと思います。はい、今ね、1分30秒加熱しました。そうするとこのように薄くね、カラメル色の状態になってます。そしたらね、この持ち手を持って一度ね、このようにぐるぐるっと回して、そして色をね、均一にしてください。本当に薄いね、カラメル色になってます。そしたらこちらをもう一度加熱します。電子レンジ 600W で20秒加熱してください。はい、20秒加熱しました。そうするとね、このようにいい感じのカラメル色になってきます。そしたらここにお湯を入れます。お湯を入れる時なんですが、バチバチね、弾く時がありますので、こういったヘラなどを置いて、そしてこの隙間からお湯を入れましょう。で、お湯を入れたら全体をゆすります。この時ね、やけどしないようにだけ注意してください。お湯を入れて少し落ち着いたら、このように全体をよく混ぜましょう。で、よく混ぜたらこのまま一度粗熱を取ります。だいたいね、15分ほど粗熱を取ってください。
それでは続いてプリン生地を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れてください。そして卵だけを一度溶きほぐします。はい、このように溶きほぐします。続いてここにグラニュー糖を加えます。グラニュー糖を入れたら素早く混ぜましょう。グラニュー糖を入れた後にそのまま放置してしまうと、グラニュー糖が卵の水分を吸ってしまってつぶつぶが残ってしまう時があります。なのでグラニュー糖を加えたら必ずすぐ混ぜるようにしてください。でこのようにしっかり混ざれば OK です。それでは続いてここに牛乳を入れます。そしてよく混ぜましょう。プリンの卵感がねちょっとね苦手だなという場合はバニラオイルもしくはバニラエッセンスを加えてみてください。バニラエッセンスはねちょっと香りが飛びやすいので、入れるんだったらねバニラオイルを使っていただくといいかなと思います。でこれでグラニュー糖がしっかり溶けるまで混ぜましょう。はい、 OK です。あとねもう1個ですね、卵と牛乳はできるだけ常温の状態に戻したものを使うようにしてください。牛乳の場合はね使う30分前くらいに冷蔵庫から出していただくといいかなと思います。それではですね、こちら先ほどのマグカップですね、このように傾けた時にカラメルがねシャバシャバになってなければ OK です。そしたらこの中に卵液を入れます。卵液を入れる時は必ず茶こしなどでこしながら加えましょう。では入れていきます。ちなみにねこのマグカップは 200ml 入るマグカップになります。この時にね表面にちょっと細かい泡がある時は一度ねラップをピトッと生地に貼り付けてください。で持ち上げるとこのように細かい泡を取り除くことができます。こちらはね気になる時だけやってみてください。そしたらこちら先ほどのタッパーを用意します。そしてこちらキッチンペーパーを2回折って、そしてそこに敷いてください。このように1枚敷いていただくことでゆっくり熱が通ってプリンの生地の中に酢が入りにくくなります。このようにペーパーを敷いたらマグカップを入れます。そしてこのねマグカップの半分ぐらいまでですね、そのぐらいまでお湯を入れてください。そしたらふんわりラップをかけます。そして空気の出入り口を1箇所作ってください。そしてこのまま電子レンジ 600W で1分30秒まず加熱します。 500W の場合はプラス15秒から20秒加熱してください。 700W の場合はマイナス10秒から20秒ほど加熱してください。はい、加熱しました。やけどしないようにラップを外します。これで一度ねプリンを傾けてみてください。この時にまだね生地が流れ出てくる時はもう一度加熱します。こちらもですねまだ生地が流れ出るのでもう少し加熱します。で一度に加熱するよりこのように少しずつ加熱していただいた方が中にね酢が入りにくくなります。でそれではこちらをもう一度電子レンジ 600W で1分30秒加熱していきます。はい、加熱が終わりました。やけどしないようにラップを外します。でこれで傾けてこのように卵液が流れ出てこなくなれば OK です。この時もやけどには注意しましょう。そしたらこの状態で一度ね15分ほど粗熱を取ります。上にペーパーなどをかぶせてこのまま置いておきましょう。はい、15分経ちました。そしたらこちら外します。そうするとねこのようにしっかり固まった状態になってます。この後冷蔵庫で冷やしていくんですけれども、今まだちょっと熱いのできちんと冷ましてから冷蔵庫で2時間ほど冷やします。この時もですね表面が乾燥しすぎないように上にねふわっとペーパーをかけて冷ましておきましょう。はい、2時間しっかり冷やしました。このようにね美味しそうに冷やし固まってます。このまま召し上がっていただいてもいいですし、このマグカップから取り出していただいてもどちらでも OK です。今回は取り出していきたいと思います。まずこういったちょっと細めのナイフで周りを剥がしていきます。ぐるっと一周させましょう。そうしましたら上にお皿をかぶせて裏返します。あとは上下に 2,3 回振ってください。はい、そしてプリンが下に落ちたらマグカップを外します。じゃじゃーん。はい、このようにとっても綺麗に仕上がってます。表面にはねちょっとこのように巣ができてるんですが、中はねとても滑らかな状態に仕上がってます。はい、これでマグカッププリンの完成です。どんな感じに仕上がりました？このようにねとてもプルップルに仕上がってます。中はねこのようにとても滑らかな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。おー、滑らかですね。いただきます。
滑らかです。すごく美味しいです。昔ながらのでちょっと固めな美味しいプリンに仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のマグカッププリンのポイントです。まずマグカップを使う時なんですが、必ず耐熱性のものを使用してください。で、マグカップを使用する時のポイントなんですが、作り始める前にマグカップの中にお湯を入れて、そしてしっかり温めてから使うようにしてください。電子レンジで急に加熱してしまうと、その温度差でマグカップにひびが入ってしまう時があります。なので必ず温めてから使うようにしてください。そしてカラメルを作る時なんですが、まずはじめにね、電子レンジ 600W で1分30秒加熱しました。そうするとね、薄く色づいてくるので、一度取り出して、そして軽くゆすって、その後20秒ほど加熱してください。ただね、この加熱時間に関しましては、使うマグカップの材質、あとは厚み、そして大きさによって適正な加熱時間が変わる場合があります。ちょっと焦げるのが心配だなという場合は、マイナス20秒ぐらいで一度取り出してみてください。そしてその後もですね、2回目加熱する時も、こちらを様子を見ながら調整していただけたらと思います。仮に1回でね、いい感じのカラメル色になったら、2回目は加熱しなくて大丈夫です。そしてお湯を加える時なんですが、お湯を加えるとカラメルが跳ねてきやすいので、ヘラなどでガードをしながらお湯を注ぎ入れてください。そしてその後はね、軽くマドラーなどで混ぜてください。そしてカラメルができ終わった後は、しっかり粗熱を取ってからプリン液を入れるようにしてください。カラメル液がね、緩い状態で入れてしまうと、プリン生地とね、ちょっと混ざってしまう時がありますので、きちんと傾けた時に流れ出てこないぐらいの硬さになるまで置いてください。そしてプリン生地を作る時なんですが、材料をしっかり混ぜて、そしてマグカップの中に入れる時は必ず茶こしでこすようにしてください。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。そして加熱する時のポイントなんですが、タッパーや耐熱の容器の中にお湯を張って、そして電子レンジで少しずつ加熱してください。さらにマグカップを置く時はですね、1枚下にね、キッチンペーパーを敷いていただくことで、ゆっくり熱が入ってプリンの中にね、酢が入りにくくなります。少しね、表面にはできてしまうかもしれないんですが、中の方は酢が入らず、とても滑らかな仕上がりになります。そして加熱する時はラップをふんわりかけて1分30秒ずつ加熱してください。1回だけではね、固まらないと思いますので、2回目からは様子を見ながら調整してください。今回私はね、トータルで3分加熱してますが、こちらもマグカップの大きさ、あとは生地の温度、あとはね、マグカップの厚みによってもね、加熱時間が全然変わってくると思いますので、2回目以降ですね、まだ固まっていない時は10秒から20秒ずつ少しずつね、加熱してみてください。で、その後ですね、一度容器の中で粗熱を取って、手で触れるぐらいになったら容器から取り出して冷蔵庫に入れれるぐらい冷ましていただいて、その後冷蔵庫で2時間ほど冷やしてから召し上がってください。そのままね、マグカップごと召し上がっていただいてもいいですし、今回みたいに周りをくり抜いて、そして逆さまにしてお皿に出していただいてもどちらでも OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はマグカッププリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。